でさっきやってたこれ2人でやってみると片手でこれちょっと今分かるかな、ちょっと押さんでちょっと止めるだけ。今分かる。俺の腕いっぱいいっぱいに合わせて、今腕いっぱいいっぱいや。とりあえずこうなってるじゃん。でこの状態で木下さんを押せば川端さん離れていくし緩むよね。川端さんを押せば緩むやろ。そうじゃなくて伸ばせってのは両方にいってるってことです。だからそれをこう伸ばすよ。押すじゃないよ。全部伸ばした状態さらにそこから伸ばす。だからいや本当はその必要はないんだけど、下手に余裕があると思う。これで伸ばすだけになるやろ。この曲げた肘を伸ばすことで伸ばしただけになるけども、抵抗してる。曲げた肘を伸ばして下げた。これじゃやっぱ押してるんだよ。だからあえて今方面全部方面なんだけど、あえても今伸びてる。今手伸ばしてるからもう肘伸ばす力はないんだよ。だけど今実は体幹まだ緩めてるから、この体幹が伸びしょって東に。今体が開いた。だから伸びた。僕伸びた。ドラえもん。その伸びたのが肩甲骨が曲がってたらこれ伸びてないってことですね。だそれは反ったってことですね。だから豚グリムがやったら背中を肩甲骨で表現するよ。だからさっき言ったこれは分かる。肩甲骨を寄せたから伸びてないんだよ。そうだよね。肩甲骨を開きたいんだよ。肩甲骨ってことで感じて言えばね。これを寄せたことで前が伸びるから伸びた気になってるけど、実はそれは後ろ側はつままってるんだ。だから前も後ろも伸ばすようにっていう感じで、それができないっすよ。だから練習してるんですよ。できないもしないよ。何でもできて答えが全部分かって正解が分かったらもう稽古しなくていいじゃん。まあというわけでちょっと例えばで2人掛けなんですけど、もろ手で。で2人掛けは前も言ったんですけど、一応横から取りに来たのかという状態ですね。前から取るとこう足がありますから、向こうはこう蹴れないように取ってます。でいろんなやり方があるんですけども、呼吸投げ入りますね。その時にさっき言った例えば木下さんに集中してしまうとこっちが緩みますよね。なのでこの時点でパッと張ってるわけですね。で暗に川端さんの動きを一応止めている、逆でもいいんだけど、こうやっちゃったら分かるから、川端さんを押して川端さんに意識がいってるから木下さん自由になっちゃうね。なのでここでスッと張っておいて、動きやすい方に動いてます。これ押しちゃうと話がですね。ここでただパッと止めてるだけです。張ってるだけで、今ここで木下さんと私が一緒になったよね。これ絞られる時これで今バラバラになってるんですよ。そうそう。ここで一緒になったやつがくるっと回して2人を並べていく。前もやったけど脱力系の先生でね、脱力系の方でこう抜いてこうして2人をやり方はそんないろいろあるかと思うんですけども、ちょっと出すという傾向、これが押してます。じゃなくて、ちょっと指先からやればこれで出してます。もっと露骨にやるとこの呼吸法で出してます。でこの状態でどっちか行きやすい。で今川端さんが今斜めになったけど、それと私の軸が今あって、これこうなった瞬間にそれ抜けるから、自分の軸ごと動かしてこの下に並べたらいい。というわけでこのレベルのどうですかね。僕が並んでないのか。わしが並んでない。僕が一緒に回ってる。めっちゃ元がれたから。なんか来たせいです。こう入って、この状態です。で、ちょっとまだ。ついてだからここまで来ました。これでもっと崩れる。
けじゃん。くぐってるわけではないんですよ。例えばちょっと前にやった四方投げなんかで、もうここは全然動かさないで、この空間にペタッと回っていくと、こう相手に力感を感じさせないっていうか、動きがわからないのがあるんですけど、今の場合はそっちに行ってもこちらが処理できないじゃないですか。なので一緒にで時々言いますけど、指先がそっちの進行方向なんですよ。でしっかり保てて、これだとバラバラなんですよね。ここでちょっと分かりやすいんですけど、体ねじってから表現しますけど、ここで木下さんの腰と私の腰が今一緒になってこっちに動き出してる。回転方向はここで2人が並ぶ方向なんです。川本さんの横に今から単体だったら、もし単体だったらここに並びたいんですけど、ここに川端さんがいるので、この状態として木下さんを連れて川端さんにここに行く、並びに行くような感じです。ここでなんとなく崩れる。こう思ってるじゃないですか。で、こうで、木下さんを連れて行くことができたとしますよね。ちょっと一回話してね。回る方向は今こうなってますから、この状態でスーッと回っていって、この辺まで並んでくると、なんとなくジャルが出てくるんです。